小次週。はい、アフターシックスジャンクション2、通称アトロク2をお聞きの皆さん、こんばんは。ゲームクリエイターの小島秀夫です。そしてお相手は TBS アナウンサーのうないりさです。うな重いただきました小次週。小次週、この番組は、小次週、小島秀夫の最高の10分にしようということで、アトロクの時間内で放送するラジオ番組小次週と覚えてもらいたいですね。うな重じゃないです。うな重じゃないです。もうわずか10分しかないです。そうですよ。小次重と小次自由10に10分を使おう、10分あったら何しますか？いや、かなり短いですよ。カップラーメン3つ食えますよ。あー、ポジティブですね。食えないですね。作るだけちょっと微妙な感じですかね。多分すでに 1,2 分経過しております。はい。要するにですね、10分間しかないので、その10分最高の10分にしようという番組です。で、10分経つと、SS サウンドステッカーがもう鳴って強制終了になるそうです。これノーカットですよ。ノーカット、もうほぼ生放送みたいな。噛んでしまいましたけど。ものです。はい、わかりました。10分ですからね。はい、さらにですね、放送後ポッドキャストなどで全世界に配信されます。そちらはラジオ放送の10分間に加えて。これは小次重ではないと。そうなんです。こっちは小次自由。小次自由です。小次自由版。はい、追加でその後収録していくので、そちらをポッドキャストで配信します。そっちの方がいいじゃないですか、聞くのね。でも小島さんも制限がある方が火がつくタイプではないですか？ありますあります。ですよね。できないことをできるようにするとか。はい。まあ、やっていきましょう。やっていきましょう。はい。10分しかない。ぜひアルファベットで KOJI10 小次10@tbs.co.jp 小次10@tbs.co.jp に、小島監督への疑問質問に加えて、今後やる予定の小島監督への人生相談も人生相談10分で10分なんでどこまでいけるか分かりませんけど、僕も子供の時にラジオに手紙送ったりして、学校とか先生とかね、親に言えないことを悩みの相談で浜村淳先生とかに呼んでもらってた口なんで、電話で出演してもいいという方は電話番号もぜひ書いておいてください。すぐ出てもらうと。そうですね、ちょっとねコール時間かかっちゃったらあれみたいな。さらにハッシュタグKOJI10 小次10で番組の感想などもぜひ X などでポストしてください。10分の感想なんでね。ということで、すでに多分、5、6分は経ったと思いますが、やることの発表お願いします。10分間で最高の自己紹介これ伸ばそうとしてもう10分自らエフェクトをかけてくれた、かけてましたけど、今のは伸ばそうとしてたんでね。いや、改めて、小島秀夫さんの自己紹介を聞いてみたい。10分で3分ぐらいですからあとね。でラジオ番組の初回放送、絶対に自己紹介を、パーソナリティはするんですね。自分がどんな考えを持っているかとか、どんな人間なのかとか、リスナーさんに知ってもらって、リスナーさんとの関係性を育んでいくというのが、ラジオの醍醐味ですので、ぜひ小島さんに自己紹介をお願いしたいんですけれども、最高の自己紹介にしましょう。もうあと何分ですかね。わからない。あと5分以上。結構あるじゃん。なんやね、結構5分って長いんですね。どうしましょう。先に小島さんに自分とはどんな人物なのかを言っていただくか。61歳のおっさんですね。短すぎる。61歳のおっさんとしてはこの10分っていうのは時間感覚があんまり分からないですね。ご自身で公の場に出た時に、まず自分の名乗る時にどのように自己紹介されるんですか？名前言わないですね。もうこんにちは。こんにちは。皆さん知っているということですからね。いや、そんなことはないんですけど、そんな、語るようなことはないので別に。小島さん61歳ですか？どうしたらそんなに元気で若々しくいられるのか。一生懸命に生きてるから。そうですね。もうこれ一言ですね。不幸ですけど、不幸の塊なんですけど、あんまりなんていうの、幸せの中に身を浸しているとダメですよね。適度に不幸がいいですよね。人生61年どれぐらい不幸でしたか？ずっとじゃないですか。いや、不幸というか世界で紛争とかあって、そういう食べ物がないとか、そういうのとは違いますけど、でもずっと苦労を重ね続けてる。というか、こう生きたいとか、こういう社会であってほしいというのはもう程遠いところで暮らしてます。でも明るいですよね。明るいのは大阪の人なんでね。残り5分。ラテンですから。もうこれでもう時間がない。今ので分かりましたよ多分。改めて簡単なプロフィールご紹介します。小島秀夫さんは1963年東京都生まれのゲームクリエイターです。20世紀ですよ。
なんかこれ愛の手毎回入ってくる新しいパターン。やめてください。いやぜひ入れてください。はい、1986年にコナミに入社。メタルギア、スナッチャー、ポリスノーツなどを経て1998年にメタルギアソリッドをメロギアソリ。その後5までのシリーズを制作し2015年、末に独立し小島プロダクションを設立されました、現在は大ヒット作の続編デスストランディング2、大ヒット中ヒットですね。オンザビーチオンザビーチ、フィジントの制作が進行中でございます、世界中にファンを持ちハリウッド映画や映画監督とも親交が深く、ゲームエンタメ業界のトップランナーとして活躍していますトップランナーというか、あんま走れないですね。400メーターとかも結構無理走ってるというか、前に行こうとしてますけど、結局ゲームクリエイターとかっていっぱいいるじゃないですか。ゲームもいっぱいあって、でなんで61で作ってんのって言われると、他にないものを作りたいんで、で同じようなものを作れたら僕引退した方がで、ちょっと変わったものを作ってそれで遊びたいからなんですよね。こう自身の経歴を、こう振り返ってみると、いかがですか？小島さんってすごく読書家で本がお好きな印象、あと映画もお好きな印象で、その中で例えばその映画制作の方に行くのではなく、あと本を書くのではなく、これ語り出すと10時間ぐらい喋るんですけどゲーム業界に残り3分もともと絵を描いたり彫刻とか、そっちが好きで、小説を書いてたんですけど、漫画も書くじゃないですか、で小説書いてたのも映画撮りたいから、映画っていうかね、映像が出てくる人なんで、それ文章に起こすのもすごい面倒くさい、昔パソコンもなかったので手書きなんですけど、それでも学生の頃から小説書いたりで映画を狙ってたんですけど、もしくはその、油彩とか好きだったんで、いわゆる絵の世界に入りたかったんですけど、親父が突然死にまして、中学の時、さすがに就職せなあかんし、そうなると学校の先生しかないじゃないですか、美大行くと、でどうしようかなと思ってて、結局美大も行かず4大の経済学部に入りまして、なぜかというと就職がいいっていうんで、ほんで僕のゼミとか同級生みんな銀行員か証券マンなんですね、でそこでだいぶ落ち込みまして、どうしようかなと思った時にファミコンのブームが起こって、ゲームをやるんですよ。当時のゲームって今みたいなコードじゃないんで、2次元でこうドット絵で右から左に走るぐらいの、なんですけど、結構こう将来を感じて、周りの反対を押し切ってですね、結構やばいですよ。親父が生きてたら無理でしたね。でもやっぱりそのゲームにもその芸術性を感じて、いやね、芸術性なかったんですよ。ストーリーもなかったんで、で僕ならストーリーを入れたいっていうのもありましたし、あの頃なかったんで、それをやろうとしましたけど、なかなかそれは実現できません。周りが反対するんで、ゲームにストーリーはいりませんよ、小島君って言われて。できることも当時は、図書館に行って調べたかったんですね、設定とかしたりで、仕事中に行くと図書館なんか行く必要ないよ、なんでなんですか、ゲームにストーリーはいらんからって言って、それはなんか全部自腹ですよ、本買ったりするのも。で大体1個作るのに300冊ぐらい読まなかったんです。ブレインもいませんから。その中でその環境下で腐らなかったのは何でですか？腐ってましたね、もう残り1分、急げ秀夫。ただこれはちょっと今の人とはちょっと状況が違うんですけど、今はそのネットで発表できますよ、世界中にね、VTuber も含め。そうですね、自分が作ったものを、機材も全部ネットにある、デジタルであるじゃないですか、僕ら機材ないんで、だから会社に入るか学校行ってカメラの使い方を教わるしかなかったんですよね。でそんな時代なんですけど、何を喋ろうと10分、最高の10分でしたかね、今のは。いやでも導入としては最高で、この後聞きたい。ここから私だってゲーム業界に光を感じた話、その中でっていうのをこの後聞いていきたかったんですが、そこはポッドキャストで。ポッドキャスト大丈夫ですか、こんな番組で。キッコさん大丈夫ですか、これ5時10言ってますよ、最高の10分間じゃないですか。何を言ってるか。まずはでも大丈夫？今ポッドキャスト中。もうポッドキャスト。ポッドキャスト。これポッドキャスト。始まってる。小じ自由。改めて、ここからお聞きいただいているリスナーの皆さん。これって前半はラジオで突然ここから始まるんですよね。新聞ですね。違うのか。小じ自由が充実の10じゃないですか。いいですね。そうですね。充実。ね。じゃあもうつなげて話しちゃった方が。大丈夫ですか、アトロク。
はい、アトロク的に大丈夫です。アトロクを10分じゃなくて30分ください。追ってそうだね。わかりました、はい、15分でもいいですけど、いやいやすみません、ちょっとずつ増える、11分12分、そうですね。このままいくとどうなってすごいスリルとサスペンスですね。で10年後個人99まだ言ってへんのかいみたいなね。もう番組尺超えているっていうね。はい、ということで本編の方では、まあ、ゲーム業界に入って当時はやっぱりストーリーが必要ないゲームが多かった中で、まあなんですかね、腐ってしまっていたところもあったという話ですけれども、まあやっぱり僕美大も出てませんしプログラマーでもないんで、あの頃って 5,6 人で作ってたんです。で大体サウンドの作曲者とプログラマーとデザイナーぐらいかな、でその人たちが企画をみんなでやると、テーブルについてなんかシューティングとか多かったでしょ。炎のステージなら炎、ほんで海のステージならタコイカそれ出そうっていう、そんな時代やったんで、企画者っていうのはあんまりいなかった。ただパソコンを作ってた会社は違うんですよ。パソコンはやっぱりその描画ができない、描画って分かりますよね、絵を作れない、アクションゲームってこう弾が飛んだりするじゃないですか、あれ不向きなんですよパソコンって。なんで光栄もそうなんですけど、三国志とか、テキストとかで楽しむ、そこではアドベンチャーゲーム、お話を楽しむゲームもありましたし、シミュレーションみたいなのもあって、なんでアーケードって分かりますかね、ゲームセンターのゲームってそっちじゃないですね。アクションゲームが多かったですね。100円で3分で殺さなあかんので、でそういう勝負なんで、まあ全然違う文化なんですよ、パソコン発と。これで、コナミに入った理由は、やっぱアーケードをやりたかったし、ファミコンですよね。もう一時、もう一番ブームだったんで、そしたら MSX というパソコンの部署に回されまして、なんか部長に気に入られて、課長かな、気に入るなと思ったんですけどそっちじゃないと俺だけそっちみたいな、でそこに行ってまあいろいろその当時は、まあ、グラフィックもやってましたけど同じ部屋で作るんですよ。隣の人がアーケードで隣の人がファミコンで僕が MSX、MSX は圧倒的に不利なんですよ、絵は色数が16色でうち使えるのは8色ぐらい、もう色指定が決まって制限がかなりある中で、スプライトっていうのを2枚重ねるんですけど、それで色を出したりするんですけど、まあ、特にアーケードは基板を作れるんで、コナミってハード部隊がいるから、それでより高度なもう、グラディウスとかすごかったじゃないですか、あんな絵作れないんですよね、でそこを回されたんで結構きつい。どうしようかなでそんなところで、まあこれもあんま言うと長くなりますけど、まあ、戦争ゲーム作れと、アーケードで流行ってたのね、ランボーみたいな銃があって、でそれは当然無理なんですよ、MSX では、プレイヤーがいて横に敵が来て、そこに敵が2人ぐらいかな、横向きに弾を掘ると描画が消えるんで表示枚数って、なんで作れないじゃないですか、もうどうしようかなっていう時に、まあ、それともう一個まあ、戦争を体験してるんで両親がそういう、まあ、コンバットゲームはあんまり作りたくなかったんですよね。で、まあ、それも実は自分のオリジナルが最初に入った新人やのに結構オリジナルで、ボツになって、そこで上から降ってきた話ですね、戦争ゲーム作ってくれ、で前に前任者が 何人かやってて、まあ、実現せずポシャってた企画を僕が受け継いだんですけど、で、まあ、弾が撃てないしどうしようかなと、戦争ゲーム作りたくないなっていうので大脱走っていう映画好きだったんで、脱走するゲームじゃ撃たないでいいんじゃないですか、なんですけど、まあ、それ言うとピッチが通らないわけですよね、そんな逃げるゲーム誰がやるのと、ヒーローになりたいわけね、ゲームって。でじゃあまあ何も持たずに敵地に行って、でそこで素手で戦うとっていう風な、まあ、逆の発想で潜入っていうゲームを作って、それが最初メタルギアなんですけど、当時はやっぱりそのなんていうんですか、こうプランナーっていうんですかね、企画者がいなかった時代に僕最初に入ったので移住になりました、先輩から。まあ、時代的にもそういうのがまかり通ってた、会社にはあったんですけど、やっぱアーケードのゲームの、まあ、スタイルなんでなかなかそんなストーリーとかもいらんし設定なんかいらんじゃないですか、なんか分からんもんが打ってきたら打ち返すみたいな、まあその中だいぶ苦労して作ったのがメタルギアですね。もうその時から戦わないというか、ただもう新しいものって見たことがないので、これは今もデスストもそうだったんですけど、誰も想像できひんし、ゲームって、まあ、シューティングがゲームなんですよ、
なんか落ち芸とかもありますけど、はい、なんでそんな銃もなしに何すんのみたいな、で結構誰も反対するんですけど頭の中見せられないでしょ、で特に1回失敗してる新人やから小島と組んだら損やみたいな、で当時はもう3ヶ月とか5ヶ月に1本作ってボーナスをもらえる時代やったんで、損するじゃないですか、その失敗したら。で誰も協力してくれるんですけど、そこでちょっと親しい先輩がいて、その人はその部署の中でもすごく注目というか、成功者だったんで、その人下宿が近かったんでそこ行って相談したら一肌脱いでくれて、その人を全員集めて、もう一回みんなで検証しました。なんで皆さん反対したんですかっていうのを、で今までないゲームやったっていう結論が出て、でやりましょうと言って作って、ただそれでもそうは言ってもみんなっていうで、最初の、本当にもう簡単な敵がこう僕のデータで入力するだけなんですけど、プログラムもなんもない、こう見張りをルートを引いてるだけなんで、特に視界を円錐状の視界と聴覚を持たすんです、聴覚最初のやつなかったけど、これですごい単純な動きなんですよ。なんですけど、その中にプレイヤーが入るとびっくりマーク出て、そこからプレイヤーを追ってくるっていうプログラムに変えるだけの、すごいそんな単純な、それができた時にみんながなんかね、あんだけ反対したんだよ。俺は面白いじゃん。いや、そんなん言ってくれないですよ。俺たちは天才だなって出たみたいな作れた俺たち天才みたいになっていった。でもそこからは早かったですね。で一作出て、その MSX なんでファミコンほどは売れませんけど、すごい評判になって、はい、そこから結構立場が変わりました。給料は変わりませんよ、全然ね。こういった作品をメタルギアをシリーズ化してどんどん作っていこうっていう、そういうのはなかったですけどね。でもそういうジャンルを一つ確立したわけですね。小島っていう新人が何も作ってなかったやつっていう見え方じゃなくて、ちょっと変なもの作るやつやなみたいな、ちょっとやってもいいかなみたいな。でこの業界楽しいなって思い始めたのは、楽しいなというか、僕もゲームに入ったのは結構夢破れてじゃないですか。大学受験も失敗して、それで美大も行けずで、映画を撮りたいけども関西の、今はどうなのか知りませんけど映画なんか撮れないじゃないですか。どこに行ったら撮れるのって分からないですよね。どっかに弟子入りしても無理じゃないですか。で学校出たって映画撮れないでしょ。でそんな中で、ゲーム業界に入ったら、要は夢破れてゲーム業界なんですけど、同じような人ばっかりいたんですよ。これはね、今そんな人いません。みんな阪大京大東大ばっかりですから、ゲームを作りたくてゲもうーム業界に今来てる方、もうトップの人ばっかり来るんで、僕らの時はもう負け組ばっかりですよ。だからバンドマンやのに CD1 枚だけ出したとか、誰も知らん CD ですよ。漫画家やってたけど途中で連載終わったとか、中にはちょっと本当の夢ではないけど音楽で食いたいとか絵で食いたいっていうのがあって、そこで集まった人たちなんで、結構こう同志みたいな。でなんかやっぱり、ゲームってあの頃は今と違って、そんなにそんなとこ行くんかみたいな。例えばバンドマンがゲームなんか行きやがったあいつみたいな、僕もそうですけど、そんな中でそういうやつらが集まってると、今に見てろって感じなんですよね。なんで毎日ずっと寝ずに働いてましたね。一緒に飯食いに行って、風呂も一緒に行ってずっとなんでしょうね、なんかこうコミューンというかで、思いっきり頑張って働いて発売されるじゃないですか。で休みが取れるんですけど、アップ休暇でも普通の生活してなかったから友達がいなくなってるんですよ。もう彼女も僕振られましたし、ずっと仕事して、もう仕事が楽しくて、なんでかというと作ったものが世に出るっていうね、そんなこと普通ないじゃないですか。そうですね。なんでもうなるべくいいものを出したいわけですよ。もうでそういうのを体験したんで、頑張るんですけど、ふと気づくと友達もいなくなってて、休みの日はスタッフと旅行に行くという。でも喧嘩はしょっちゅうあるんですよ、ものづくりで。あれはね、ちょっと今の子、今それできませんけど、そんなバーとかブラックとかね、今ではなかなかあれを体験した人ってちょっと宝にはなってますね。今でも当時その一緒に働いていた方々というのはつながりも、つながりはないんです。これがまた変な話で、出世していくとどんどん敵に回ってくるいやほんまですよ、これ
会社なんか特にそうですからまあ、就任になる自分になられへんかったとかどんどん敵にもありますよ。足引っ張ったりとか共に風呂に入って、同じ釜の飯を食べたのに、会社って変なとこなんですよね。これはフリーやとそんなことはないんですけどでもあれはいい経験でしたね本当に。まあ今はちょっと無理なんで今のコジプロの人にそんな話してもね。コジプロはもうコジプロはもうどうですか、その職場環境は。すぐ帰りますみんな。だって今もうこの61歳がもう朝から晩までずっと働いてるんですけど、誰もいませんからね。いやそれはでもいい職場ですよね。ほんでね、上司がいても帰れる。僕がおったらあかんので、6時に帰ってたんですよ。で家で仕事してたんですけど、もうそれでは間に合わへんので残業してって言ってですよって言ったらね、みんないないまあ結構年寄りはいるんですけどね。いやでもね、やるときやらんとね、そうですね。今鋭意制作中の作品がちょっと結構 P が入りますよね。いくつもありますから。現在は小島プロダクションを設立して独立されましたけれども、まあコナミにいた時はメタルギアソリッドで5まで制作されましたけれども、まあ他にもいろいろありましたけど、そのまあどうだったんですかね、その会社員時代というのは。ですね、95年に地震がありましたね、神戸で。僕は神戸が好きだからコナミに行ったんですよ。で、ちょっと神戸で仕事できへんなって大阪に移転して、で大阪やったらもう東京で行かなと。でちょうどその頃分社化のブームでコナミで、KC ジャパンっていう会社を恵比寿に作るんで、元上司が、お前ちょっと役員やって来るかって言われて、で行ってそこから経営をやるんですよ。ビジネスやりながら、それがいい経験になりました。あのままスタッフやったら多分独立も失敗してましたね。なんで恵比寿に行って人集めから面接からその電気代から家賃から全部分かるわけじゃないですか。それをバランス見ながらものづくりするんですけど、何が違うかというと、今までプロデューサーって上長がいて、僕の企画で何本かかる何本使っていいかも教えてくれないんですよ。でいろんなコラボをしたんですけど結構うまくいかないですね。お金の問題、僕財布握ってないので、それで、KC ジャパンから財布握ってるんで、例えばカイル・クーパーなんか前は言ったって相手にされなかったんですね、会社の人知らんので。で自分で行って交渉して、でなんぼギャラがなんぼかで、そのギャラが増えたらそんだけ売ったらいいので、大体そのバジェットがいくらでいつ頃出したら一番売れるとかも、プロモーションも自分でやりだしたんですよね。なんで経営とプロモーションの企画と制作を自分でやってるので、採用も組織の作り方も、給料も全部決めるじゃないですか。もう結構それがあって今のコジプロがあると。監督業とプロデューサー業を一人でやる人って、これ一人でやらなあかんですよ。ほんまにいいプロデューサーは皆無です。こっち見ていっぱいいらっしゃる。いやいませんね。なかなかでも両方を一人でやるってすごくかなり、なんですかね、努力をしないとというか、もちろん努力というかその作品に向き合うだけじゃなくて、いろんな人とコミュニケーションを自ら取りに行かなくてはいけないじゃないですか。ちょっと時間的なものはあるんですけど、ただなんていうの、僕はプロデューサーをやりたいわけじゃなくて、もっと言うとビジネスマン、会社経営をしたい人じゃないんですね。もともとものづくりをしたいんですけど、それしかやってなかった頃ってすぐ流れたりとか、お金もらえなかったりとか、発売日決められへんかったりとか、そういういろんなことがあって、じゃあ自分の商品っていうか自分のタイトルをものづくりを守るためには何しようかというと、プロデュースしかないんですよね。で自分がバジェット管理してスケジュール管理して、いつ発売、どういう見せ方するも、東京刑務所もそうじゃないですか。で自分で決めれると。でこうなってくると、バジェットを預かるということはビジネスになってくるので、一回赤出すのも無理じゃないですか。なんでそこで苦労を保ちつつ、そんなに売れたらあかんですよ、やっぱりね。タイトルってあんまり売れるといろんな人が寄ってくる。そういうものもそこそこ売れる。だからメタルギアなんて最初売れなかったですから、あんな思いっきり売れたら、あんななんていうの、その人から隠れるゲームなんか売れるわけないんで。当時は新しいジャンルでしたもんね。で今でこそね、なんか
王道ゲームとか、ステルスとか言われてますけど、そんなん誰も言ってくれませんでしたんで、なんでまあデスストも最初配達なんて誰がするかって言ってません、コロナだってちょっと変わりましたけど、なんでそこは結構狙ってるところではあるんですよ。超メジャーになったらあかんですよね。なんか小島さんの話を聞いてると、これから起業したい方だったり、なんかそういう経営者の方もすごくためになるお話だなと思いました。ただちょっと僕はスタートアップで今流行ってますけど、すぐ売っちゃうでしょ。これアメリカの人の考え方なんで、起業してでどっか買いに来るんで、それで何百億儲けたって、そういうことではないので、直に今もプロデュースやってるのはそうなんですけど、自分のものづくりをいかに守るかと、で上場もしてませんし、作りたいものをいいスタッフと気持ちよくなんで、当然1ラインやときついんで2ラインがあった方がいいんですけど、とはいえ独立してうまくいった人がいないんですね、日本の会社で。ゲーム業界において今僕もそうですけど、やっぱり作ったものが物を出せなかったじゃないですか、で例えば小説書いたってどっかに応募するしかなかった。今なんかネットで出せるでしょ、で映画撮ろう思っても一人で撮れない。8ミリ撮ったってどこの映画館がかけてくれるのって今かけるじゃないですか。今時代は違いますけど、僕は会社に入らないとゲームの機材もないし、ただ任天堂の機材なんて個人に貸してくれるので、今は知りませんけどね、会社に入って、先輩の言うことを聞きながらちょっとハメ外しながら作るしかなかったんですけど、今そうじゃないんですよね。なんで若い人のために60歳のおっさんって、独立したの50何ぼかな、52ぐらいかな、一応成功せなあかんと。そのためにデストランディングっていうのも作って、ただ今まで作ってたものを作ってる人が多かったんですよね、それってちょっと嫌ですよね。なんかかっこ悪いですよね、だから今まで作ってるものを作った方が注目されますけど、ちょっと違うもので新しい世界観でルックでっていうのもあって、でボリュームもあってっていうので、そうするとまずできました。でスタッフも最低限集まりました。でただ一個では IP としてはあれ僕らの IP なんで、ちょっと育てないといけないので続編今回2作ってて、で今セカンドフェーズって呼んでるんですけど、僕らが作った IP デストランディングっていうのを今度映画とかアニメとか漫画とか、そっちの方向にやろうと、プロデュースも自分でします。A24 とやってるのもそういうところですよね。デストランディングの映画の制作もされる中で、監督見つけたりも自分でしなかったある意味映画を作るっていう夢も叶う。いやそれはちょっと違う。そういう感覚は違うんですか。デスストは僕の中ではゲーム用に作った世界観のストーリーでキャラクターなんで、あんまりあれを2時間にするっていう興味はないんですよ。なんですけど自分の子たちなんで普通に委ねると200億ぐらいのでかいバジェットで爆発がいっぱいあって、わーっとこう有名な俳優が出てきて、おードーンがタッタラ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 っていう映画になってしまうんですよ、そういうオファーばっかりやったんですけど、それはちょっと嫌やなと思ったんで、ゲームの映画化結構成功してますけど、ちょっと違うやり方をしたかったんで、あとでインディーズでちょっとこうね、そんなブロックバスターじゃない、そんなにバジェットいらんので、そんなだってもともとデスストなんてそんな人数、開発スタッフ少なかったんで、これで見えない敵が出てくるし、届けても下から人出てこない。そうですね登場人物が少ない、で街入れないし、人もいない。あれは初期やからなんですよね。でそれがなんやねんって言われたんですけど、コロナでほんまのそういうことになったんで、なんでそんなにお金をかけるべきじゃないと思うので、A24 方が一番いいかなというのでやってまして、でフェジントはその次のやつですね。OD はもう結構とんがってる、DS2 は続編なんで水平方向に広げようとしてて、でやっぱり新しいを作らなあかんので、OD は結構過激なやりつつ、その次はもうちょっとでかいフェジントというサードフェーズというんで、映画の人たちとやるんで、映画とゲームの境界をなくしたいというか、ゲームなんですけど、でその次があるんです。その次そこまでゲームを作ろうとしてるんですよ。もうデルトロとちょっと約束したんですよ。まだ明かされてないですけれどもね。明かされてないんです。ここからちょっとゲームを僕やめますって言うとスタジオ潰れるんですよね、これが一番難しいところ。あとでもどれぐらいかかりそうですか。フェジント
その先も踏まえてDS2 来年発売でしょ、はい、でそこからフィジントが始まるんですよ、僕は企画だけやってますけど、で OD はちょっともう一個で、結構かかりますけど、あと10年そんなにかかるともう死んでまいりますけどただなんか映画のオファーがやたら多いんですよ、ですごい条件が良かったり、で断りにくいやつもあるんですけど、映画のオファーって国内ですか国外ですか？国外もありますけど、見てみたいですけど、結構有名なコンテンツをやってくれっていうのはそれはちょっと受けないですね。もう既存の物語、でも断れないようなやつってありますよね。キュンとするやつ。やりたいなとか。なんですけども、それちょっと時間が残されてないんで、そうですね。これでフィジント作ったらそれまでにうちのスタッフがどうなのかっていう話ですよね。で僕が映画撮ろうとしたら2年ぐらい留守にするので、どうしようかな。任せられる。なんですけど、映画も僕は、スタッフに最初に言いましたけど、ここはまずゲーム作るけどデジタルのエンタメを作るプロダクションなんで、最終的に映画も作っていいし、そういう方向でいきますよと言ったんですけど、プログラマーがちょっとムッとするんですそれね。でもプログラマーも竜巻のシミュレーション作ったりするんで、ILM とかプログラマーいっぱいいますからね。映画の中でもね。ただゲームが好きな子はちょっと怒る。でも映画とゲームの間みたいなのも作ろうとしてるので、もともと小島さんの作品は映画的なゲーム、映画的って言われる、70% が映画やからね。そうですよね。本も 70%、ご自身のプロフィールにも、体の中に流れているのは 70% 映画でももう別の70は本なんですよね。別の70音楽なんで嘘つきなんですよね。210。はい、ということでいっぱいお話伺いたいんですけれども、そろそろ締めてという。大丈夫ですかねこれ何分ぐらいやってたんですか？今結構話聞きましたけど、最高の35、6分。でもなんか暗そうな顔してますけど、コジプロの社員さんそう聞いてるんで複雑なお顔。本当に小島監督のエネルギー、バイタリティっていうのを感じました。ないですけどね、そんなんね。いや、クリエイターでやりながらやっぱり会社を作ってチームを作るってもうどっちかだけでも大変なのに、それをしかもキャスティングを自ら直接俳優さんに DM を送ってキャスティングするなんていう話もありますから。そうなんですよ。脚本家も映画監督もほぼ毎日会ってたりしますね。でもね、組織作りする人にこう勇気になる話だなというふうに思いました。その映画のキャスティングとか次のやつのキャスティングでやったりしますけど、基本は僕が見た映画とか読んだ本とか好きなバンドのつぶやくじゃないですか、SNS ですると返事が来る。いいですね。もうほぼ間違いなくその日に来ます。それで、お互いフォローすると直接メールできるので、でそこでメールしてズームしますかと、ほんでアメリカ行く、ロンドン行く、パリ行くとか会いましょうって言って、それだけなんですよまずは。でそこでいい付き合いであれば何かしますかっていう話で、それはもうお互いがもう自然と流れになってて、でそういう人たちがいっぱいいて、いやでもそれは本当にそこまでできるのがすごいなと。ゲーム業界の人とはもうちょっとあんまり付き合ってませんね。独立してから。人脈を広げるという意味でもそういうのがね。人脈じゃないとも普通ですよね。すいません、お時間ということです。古事集小島秀夫の最高の10分間にしよう。今回は小島秀夫10分間で最高の自己紹介を。35分間の最高じゃないかな。まだまだ喋ってないですね。まだまだ、いや最高ですけど、いろんなお話を聞きたいところなんですけれども、ラジオでの10分間に加えてこちら自由版を皆さんに古事集ですよね、今お聞きいただきました。自由版では最後に挨拶をお願いしてもいいですか？ということで、古事集小島秀夫の最高の10分にしようポッドキャストの10番も、そろそろお開きです。第2回の配信でお会いしましょう。さよなら。